こんにちは。3D プリンター、クリアリティ、エンダー3のお話の後編です。前編では、エンダー3が 3D プリンター業界で覇権を取れた理由を見てきました。未完成であること、改造や調整の余地があること、そして検索で解決できる環境。これらが噛み合ったことで、エンダー3は単なる製品を超えた事実上のデファクトスタンダードになりました。しかし、その成功は永遠には続きませんでした。今回は、エンダー3が残した功績と直面した限界について振り返っていきます。エンダー3の最大の功績は、ユーザーの理解力を大きく底上げしたことです。多くの人が初めて 3D プリンターに触れて、レベリングや押し出しの調整、マーリンの設定などを通して機械の仕組みを学んでいきました。苦労して調整してうまく出力できた時の成功体験は単なる操作だけでは得られない達成感を与えてくれました。エンダー3は 3D プリンターをただ使うだけの道具から仕組みを理解するものへと変えたわけです。一方でこの構造は大きなハードルも生み出しました。調べて試して失敗してまた調整する、この繰り返しは楽しめる人には魅力ですが、誰もが望んでいるわけではありません。結果として 3D プリンターは難しいという印象が世間に定着してしまいました。情報が増えすぎたことで古い情報や間違った情報が混ざってしまって解決をかえって難しくするケースも増えていきました。エンダー3は 3D プリンターを使い始める入り口を広げた一方で、初心者にとっての見えない高い壁も作ってしまったのです。エンダー3はいわば改造前提とも言える機種でした。同じ設定でも結果が変わり、同じ問題でも原因が異なる、そんな個体差の多い世界が広がっていきました。フレームの歪みやローラーのガタつきのような物理的なばらつきが常に造形に影響を与えていたからです。ユーザーが増えるほどネット上の情報は複雑になってしまい、解決までの効率が徐々に失われていったのです。これがじわじわと衰退の要因となってしまいました。もう一つ大きかった点として時間コストの問題です。調整やトラブル対応にはどうしても膨大な時間がかかります。初期の 3D プリンターのファンにはそれが価値でした。ですが、性能が向上するにつれて作りたいものがあるという出力結果が欲しいユーザーが増えていきます。それにつれて調整や設定は単なる時間と労力の無駄でしかありませんでした。市場がすぐに使える道具を求める中で、エンダー3の調整を楽しむ文化は少しずつ時代とずれ始めていったのです。ここで起きていたのは製品の進化というより価値観の大きな分岐でした。理解して使う機械と考えずに使える道具。前者は理解するプロセスそのものに価値を見出しますが、後者は結果の速さと品質の安定性を重視します。この変化の中でバンブーラボをはじめとする新世代のメーカーは圧倒的な完成度を目指した製品を開発して時代に応えようとしました。エンダー3が守ってきた調整する価値は徐々に別の価値観へと置き換わっていきました。この時点ですでに時代は調整する機械から完成された製品へと移っていたのかもしれません。クリアリティもこの変化をただ傍観していたわけではありません。市場がより簡単に使える 3D プリンターを求め始める中で、その流れに対応しようと様々な取り組みを進めていきました。その一つがクラウド化です。クリアリティはクリアリティクラウドを打ち出してスマートフォンから手軽に印刷できる環境を整えようとしました。さらに Wi-Fi ボックスやソニックパッドのような外付けデバイスを投入して既存機種の利便性や速度を引き上げる方向にも進みます。しかし現実はそううまくはいきませんでした。これらの機能は個別に見れば便利な要素でした。ですが全体としては多機能ではあるもののごちゃごちゃして分かりにくく、結果としてあまり便利とは言えないという評価になってしまいました。ここに当時のクリアリティの迷いが現れています。調整を楽しむ機械としての方向性を残すのか、それとも誰でも使える道具へと変わるのか。その答えが定まりきらないまま機能だけが増えていった結果、ユーザーにとってはかえって分かりにくい仕組みになってしまいました。そんな中で登場したのがバンブーラボです。バンブーラボはクラウド機能や高速化のような要素を後から追加するのではなく、最初から一体化されたシステムとして設計しました。
その結果、箱を開けてすぐに使えるという謳い文句とともに登場して高い完成度で実現することに成功します。同じ便利さを目指しながらも後付けの仕組みで積み上げたクリアリティと最初から統合したバンブーラボ。この違いがそのまま使いやすさの差として現れることになりました。この時点でクリアリティはすでにどちらの方向に進むべきかを模索している段階だったのかもしれません。ファームウェアの変遷もこの変化を象徴しています。低速なマーリンから高速で高機能なグリッパーへと主流が移る中で、クリアリティは徐々に実質的にクローズドに近い仕様へと舵を切りました。かつてのように世界中のユーザーが自由にカスタマイズできる余地は確実にそがれていきました。オープンソースの象徴だったエンダー3がメーカーしか中身がわからないブラックボックスなパッケージへと変わってしまった。これは作ることを楽しむ道具から動かすだけの家電への文化的な転換点だったと言えるかもしれません。そして決定的だったのが情報環境の変化です。かつては検索して自分で情報を集めて試行錯誤しながら解決していく時代でした。しかし現在は AI が直接答えを提示する時代へと変わりつつあります。この変化は一見するとどんな機種にとってもプラスに見えます。ですが実際には機種ごとの特性によってその恩恵には大きな差が生まれました。AI は多くの情報から平均的で再現性の高い答えを導き出すことに優れています。つまり条件が揃っている環境ほどその強みが発揮されます。一方でエンダー3のように個体差や改造の差が大きい機種では同じ症状でも原因が異なるケースが多く存在します。その結果 AI が提示するもっともらしい答えが自分の環境には当てはまらないというズレが起きやすくなります。検索時代にはこのばらつきはむしろ強みでした。多様な事例の中から自分に近い解決策を見つけることができたからです。しかし AI 時代ではこのばらつきそのものが扱いづらさへと変わります。エンダー3の柔軟性は情報の受け取り方が変わったことで逆に不利に働くようになってしまいました。こうしてみるとエンダー3は単に衰退したのではなく役割が変わったと言えます。今ではこの機種は学ぶための機械としての意味合いが強くなっています。3D プリンターの構造を根本から理解して仕組みを学ぶための存在が現在のエンダー3の位置づけです。それでもエンダー3が作った改造して調整する文化は今も確かに残っています。問題の切り分け方やハードとソフトを横断して理解しようとする姿勢。それらは今の最新機種を使うユーザーの知恵としてもどこかで受け継がれています。今のユーザーはメーカーに修理を出すか、あるいは諦めて買い替えるか、そういう選択しか取れなくなっている場面も増えてきているのではないでしょうか。一方でエンダー3を通ったユーザーは自力で分解して原因を探る力を持っています。エンダー3は検索時代という特殊な環境下で未完成であることを武器に成立した得意な存在でした。時代とともにその姿は変わりましたが、それは失敗ではなく一つの役割を終えたと言えます。前編で見たエンダー3という土台がなければ今の家電のような快適さもここまで早くは実現しなかったと思います。便利さと引き換えに私たちは理解する余地をどこまで残していくべきなのか。ブラックボックス化が進む中でエンダー3が築き上げた機械を理解して自分の手で解決するという姿勢、それこそがエンダー3が残した本当の遺産だったのかもしれません。そんなことを考えながら今回の話を終わりたいと思います。後編は以上となります。それではご視聴ありがとうございました。